こんにちは。ビタミン D のサプリって実際どうなの？飲んだ方がいいの？結構気になりますよね。今回はそんな疑問に科学的な視点からズバッと切り込んでいきます。さあ、あなたにとっての答えを一緒に見つけに行きましょう。と、その前に、ちょっとだけご自身の生活を振り返ってみてほしいんです。美白のために日焼け止めは欠かさないとか、そもそも仕事がデスクワークでほとんど室内だよとか。もし、自分かもって少しでも思ったら、この先の話はきっと役に立つはずです。そうなんです。実はそういう僕たちの当たり前の現代的なライフスタイルが気づかないうちにある隠れた栄養不足を引き起こしているかもしれないんですよ。というわけで、今日はこの6つのステップでビタミン D の全体像を解き明かしていきます。じゃあ早速本題に入っていきましょうか。まず最初のステップですね。そもそもなんで今日本でビタミン D 不足が隠れた危機なんて言われるほど問題になっているのか、そのちょっと意外な背景から見ていきましょう。ここに面白いというか、ちょっと皮肉な事実があるんです。日本人って魚をよく食べるからビタミン D は大丈夫でしょって普通は思いますよね。ところが実際のデータを見てみると現実は全く逆。驚くことにかなりの人が不足気味だっていうことが分かってるんです。じゃあなんでそんなことになってるのかっていうと、その原因はまさに僕たちの今の生活そのものにあるんですね。長時間オフィスで働くことが増えたし、美白のために紫外線対策はバッチリ。そして特に若い世代で進んでいる魚離れ。これらの要因が重なり合って僕たちは知らず知らずのうちにビタミン D を作るチャンスを失ってたってわけです。じゃあそのビタミン D が足りないと一体何がそんなにまずいんでしょうか。ここからはビタミン D が僕たちの体の中で果たしているまさに守護神みたいなすごい役割に迫っていきますよ。例えば、骨のために牛乳を飲んだり、小魚をたくさん食べたりしてるとしますよね。でも、実はそれだけじゃ片手落ちだってご存知でした？カルシウムをちゃんと骨まで届けるには、絶対に欠かせないある物質の助けが必要なんです。そう、その超重要な仲介役こそがビタミン D なんですよ。このスライドのイメージ、すごくわかりやすいですよね。ビタミン D は食べたものに含まれるカルシウムを腸がぐっと吸収するための鍵みたいな働きをするんです。つまり、この鍵がないと、せっかく取ったカルシウムもほとんどが吸収されずに体から出ていっちゃう。もったいないですよね。で、この鍵がない状態がずーっと続くと、かなり深刻な事態を招きます。お子さんだったら骨が変形してしまうくる病。大人ならじわじわと続く骨の痛みを伴う骨軟化症。そしてご高齢の方にとっては骨折のリスクを一気に高めてしまう骨粗鬆症の大きな引き金になってしまうんです。しかもビタミン D の仕事って骨だけじゃないんですよ。体の中に侵入してきた細菌とかウイルスと戦う免疫細胞たちによし出動だって指令を出す工事現場の現場監督みたいな役割も担ってるんです。いや、攻めも守りもこなすまさに体の守護神って感じですよね。さて、ビタミン D がいかに重要かよーくわかったところで、ここからが多分皆さんが一番知りたいところですよね。じゃあ一体僕たちは毎日どれくらいの量を取ればいいんでしょうか。ここで大事なのは2つの基準があるってことです。まず、日本の厚生労働省が言ってるのは、あくまで病気を防ぐための最低限のラインで、これがだいたい9マイクログラム。それに対して世界的にはもっと積極的に健康を維持するための理想として15マイクログラムが推奨されてるんです。ちょっと差がありますよね。そして絶対に覚えておいてほしいのがこの数字100マイクログラムです。これを超えて通り続けると逆に体に害が出る可能性があるっていう危険ラインなのでしっかり頭に入れておいてください。この表でもう一回全体を整理してみましょうか。サプリとか見ると、ミューグラム、マイクログラムと IU 国際単位っていうのがあって、ちょっと戸惑うかもしれないんですけど、ざっくり 40IU が1ミューグラムって覚えておけば大丈夫です。つまり、最低目標が9ミューグラム、理想が15ミューグラム、そして危険ラインが100ミューグラム。この3つの数字がこれからのあなたの健康管理の頼れる羅針盤になります。よし、じゃあ次に。
もしサプリメントを取るって決めたなら、その効果を最大に引き出すためのちょっとしたコツをお教えします。これ知ってるのと知らないのでは大違いですよ。大事なルールはたったの3つです。まず1つ目、人の体で作られるのと同じ天然型の D 酸っていう種類を選ぶこと。2つ目、空腹時じゃなくて必ず食事と一緒に飲むこと。そして3つ目、これが一番のポイントなんですけど、ちょっとでもいいから油分を含む食事と一緒に摂ること。ビタミン D って油に溶ける性質があるんで、これだけで吸収率が全然違ってくるんです。でも、どんなに体に良いものでも、過ぎたるは猶予及ばざるがごとしって言いますよね。ここからは、良かれと思ってやったことが裏目に出る、取りすぎが引き起こす深刻なリスクについて、しっかりお話ししておきたいと思います。ビタミン D を取りすぎちゃうとどうなるか。体がブレーキをかけずに、どんどんカルシウムを吸収し始めちゃうんです。その結果、血液の中のカルシウム濃度が異常に高くなる高カルシウム血症っていうものすごく危険な状態に陥ることがあるんですね。その症状っていうのが、もう本当に笑い事じゃなくて、激しい吐き気とか、腎臓へのダメージ、さらには不整脈みたいに命に関わるものばっかりなんです。サプリは薬じゃないからって軽く考えずに、決められた上限量を守ることがどれだけ大事か伝わりますでしょうか？まさにこの言葉につきますよね。飲めば飲むほど健康になるっていうのは、サプリメントにおける最も危険な誤解です。あくまで足りない分を補うためのもの、正しい知識を持って付き合っていくことが絶対の条件なんです。さて、ここまでビタミン D に関するいろいろな情報を見てきました。最後に、これら全部を踏まえて、じゃあ、あなた自身が明日からどう行動すればいいのか、具体的なアクションプランとしてまとめてみました。まずは、ご自身の生活を振り返って、ビタミン D 不足のリスクがあるかなって考えてみましょう。もしサプリを使うなら、理想の 15mg を目安にするのがおすすめです。そして選ぶなら天然型、飲むなら油分を含む食事と一緒。もちろん、上限の 100mg は絶対に超えないでくださいね。あと、もし何かをお薬を飲んでいる方や持病がある方は、必ずお医者さんや薬剤師さんに相談するのを忘れないでください。これがあなたの未来の健康への賢い自己投資になります。どうでしたか？これでビタミン D との賢い付き合い方がかなりクリアになったんじゃないでしょうか。今日手に入れたこの科学的なガイドをもとに、あなた自身の健康をもっと主体的にコントロールしていく。その準備はもうできていますよね。動画が気に入ったら、チャンネル登録、いいねボタン、高評価のコメントをお願いします。